にちは。今回は時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん第4話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。アーリャ自覚してなかったのかよ。場の雰囲気に流されて告白はいかんよな。ほぼ20年前のアニメの歌なので夏メロです。この曲なら生徒会メンバーでダンスしろ。こんな風に懐かしソングとして出てくるのにまだ原作終わってないんだぜ。怖いか。春日くらいじゃ全然懐かしくないんだが、なんかすげえ懐かしい歌が流れてきた。さすがに1回きりのエンディングのためにあのダンス動画作れないか。春日は06年春アニメだから、すみては当時中3だな。レールガンの収録で一番最初のアニメは小学生の時に見てました。って言って黒子やさとりなをフリーズさせた富田美優の話を思い出した。春日とラキスタで平野がブイブイ言わせてたのももう20年近く前の話か。この姉は高みの見物孤児か。ロシア人のメンタルなら普通に妹の思い人だろうが取りそう。これは姉が BBS する展開かな。パンツなかったけどエンディングが春日だったからよし。俺もランニャにビンタされて踏まれて罵倒されたい。パンツなくても心を乙女にすれば面白いやんロシデレ。結局なんでサッカー部と野球部が揉めてるかよくわからんかった。2部同時に校庭が使えないなら普段はどうしてたんだよ。サッカー部が急にやる気出してホームで試合やりたいとか言い出した。野球部は毎年スカウトが見に来るから譲れないと断った。春日ってラブコメだったのかな。この曲は禁じ手じゃないのか。生徒会の話だからハレハレ愉快か。他のアニメのエンディングをエンディングで使うって前代未聞だろ。思い出がいっぱいもアニメエンディングだろ。まさかのハレハレ。時々どころかもう完全にデレててくさ。なんでそこまで出れててお互い関係進まねえんだよ。マーシャ早く奪っちゃえよ。ちなみにメガネ生徒会長の過去編はアニメではカットです。4話じゃマンションの前まで送るのみでキス王道。ロシア語セリフの方がアーリャ本人の意識より先行してるんだな。修羅場かな。アーリアやん。姉妹で奪い合いくれ。すまん姉のが好きだわ。宣戦布告かな。泥棒猫に取られてからでは。誰かとは。姉がライバルか。お姉ちゃんかわいい。4話もなかなか良かった。クゼくんすごい口説き方。俺の手を取れは大胆すぎる。アーリャもデレを隠せなくなってきた。マーシャはアンに泥棒猫から奪う宣言。マサーチカの過去の記憶を呼び覚ませば余裕だろう。女子マネ行かせるだけで解決したのが女すぎる。負けたら終わりの公式戦なのにその場に入れないマネージャーたちがかわいそうだな。野球部の彼女以外はサッカー部のためなんだろうけど。女マネージャーが来るってなった瞬間 OK 出すの笑うわ。なんで俺殴られたの。彼氏でもないのに独占しようとするアーリャさん。時々ボソッとロシア語で助けを求める隣のアーリャさん。サッカー部のマネージャーが野球部の手伝いをすると言った時、野球部キャプテンと恋人だから一緒にいたいのかと、サッカー部員から反発が出て余計に揉める可能性もあったが、サッカー部員はその当たりは誰も指摘しなかったな。野球部にはマネージャーはいないのか。野球部のマネージャーの立場は、おい野球部よ。女子マネが手伝ってくれるからってあっさり言われるなよ。スカウトが来る大事な試合だからここじゃなきゃやだうんぬんは何だったんだよ。学内や公共の施設をどう使うかは顧問同士で話すことだと思うんだが。アーリャは生徒会長をやる気満々だがリーダーシップに欠けるから、これからどうやってそれを身につけるのか。このままだともし生徒会長になってもマサチカがいないと何もできないお飾り会長になりかねないし。マサチカは能力あるのにやる気ないから、能力なくてもやる気あるアーニャといいコンビだろ。ここまではプロローグみたいなもんだな。野球部の練習のために公式戦でマネージャー外すの。これうまく収まってんのか。サッカー部なら嫌がるだろ。というかサッカーの地区予選って校庭でやらんくね。ここマウンドとかあるし。アーリャはモテる設定のはずなのに、
野球部もサッカー部もアーリャに出れていない。サッカー部のマネージャーには出れていたのに。なんでみんなパンツうるさいのかな。別にそんなものなくても構わないだろうに。あとはもうお前ロシア語分かってたんかい。しか残ってないけど大丈夫なのか。必要なのはパンツではない。妹だ。ただの妹には興味ない。実米だ。生徒会会長なるにはアーリャだけじゃ無理なのがよくわかったわな。マサーチカの参謀がついてようやく戦えるかなって程度。だからマサーチカも相方になる決心をしたんだろう。あんなに可愛いのにちょっとポンコツなとこがマサーチカの心をくすぐるんだ。そういえばマサチカを生徒会長に立候補するように推す人間はまだ誰もいないな。会長でさえ生徒会に入れとは言っても、生徒会長として立候補しろとは言わないし、アーリャとユキに気を使っている部分もあるとしても。ホワイトナイトマサチカ。マサーチカは能力あるけど基本的にやる気ないのが欠点。コミュ力もあるからもう少し承認欲求や社会的欲求があれば余裕でトップ取れる逸材。アーリャは一人でコツコツできることは得意だけどそれだけって感じ。後用紙が SSR。姉からしたら妹が自分の男を NTR しようとしてるわけだから、アーリャとイチャつかれても姉かわいそうという気持ちになってしまう。こういうのがイチャイチャを楽しむ作品だろうに、どうしてこんな設定にした。しかも現時点では無能で会長を目指すアーニャよりマーシャの方が好感持てるし。マサチカと分かった直後に購入した猫のぬいぐるみにアーリアちゃんと名付ける。完全に泥棒猫認定。マサーチカと姉ちゃんが付き合ってほしい。ずっとマサーチカを持ってたマーシャ。かわいそうすぎないか。マーシャがけなげすぎてかわいそうだからもらってあげるわ。アーリャとくっついたら姉が病んで地獄。逆も地獄。もうユキちゃんしかないじゃん。妹かいはよ。不純な動機の話。サッカー部と野球部の仲裁の件は人間関係に疎いアーリャの弱点が出ました。久世くんがそのあたりを補助すればいいバランスになりそうです。助けての声に応えるのもまっすぐ手を伸ばすのもかっこよかったですね。困ってる時に助けに来てくれて、アーリャの望みを叶えようとしてくれて、アーリャにとってマサチカは王子様的な存在ですよね。アーリャはマサチカのことをずっと前から好きなんだと思っていましたが、自覚がなかったんですね。そんなことより先週からスオちゃん不足です。生徒会に入るのに高尚な理由はいらない。部間の揉め事を色恋で解決するのがラブコメらしい。部という垣根がロシア語という垣根を想起させたり、妹が幼なじみを演じるのは生徒会が関係してそうだったり、アーリャ姉妹で三角関係になりそうだったりと、盛りだくさんな回だったな。マサーチカくん、普段こんな感じで急にロシア語変換されてるんだなって。疑似体験できると親近感増すな。お姉さん、これも三角関係になる前に気持ち諦めてる。ロケットの彼がマサーチカくんって気づいてそうだよな。やはりやるときはやる男、マサチカ。アーリャの助けてに応え、そばで支えるという告白宣言のイケメンムーブ。アーリャの好きをいただきました。最後のお姉ちゃんの意味深発言、マサチカのこと取る気か。令和の時代にハレハレ愉快が見れる喜び。でもさすがに踊らんか。これ多分終盤ならないと推しキャラ決まらない系だ。みんな可愛いし魅力的なキャラ多い。あと主人公の久世くんも、個人的にはめっちゃ好きなんだよな。メインヒロインもその姉も主人公も主人公の妹もみんな好き。時々話の流れが見えなくなることがあるんだけど、まあヒロインの可愛さで全て許せる。アーリャの描線と撮影のメリハリが効いているのもいいと思う。毎度エンディングの一本取られた感が気持ちいい。会長から直々に生徒会に誘われても渋っていたマサチカだったが、アーリャを助けるために生徒会委員を即決したの。良すぎでしょ。その後の対応では完璧にことを解決し、混乱触れる要素しかないよな。そしてアーリャを支える宣言よ。もうアーリャ感情高ぶりすぎて好きって言っちゃったね。アーリャのピンチに颯爽と現れてあっという間に揉め事を仲裁したかと思えば、黙ってこの手を取れアーリャとか、ちょっとマサチカくん格好良すぎませんかね。それにしても最新刊の鈴宮春日の劇場が鋭意制作中なのに、ハレハレで愉快が夏メロ扱いなのはちょっとショック。
敵。アーリャは一人でも頑張れちゃう強さがあるよね。だから誰も気づかないような助けに気づいて手を差し伸べられるのはアーリャの弱さを知ってるマサチカだけで、人の心を動かせないって泣くアーリャだけど、その気持ちがマサチカの心を動かしたっていうね。ロシア語が本当にうまく使われている作品だよね。誰にもわからないはずのロシア語で助けを求めて、それを聞きつけたマサチカが登場。かっこよすぎだろ。弱ったアーリャさん、守ってあげたくなるよね。でも、浮気したらやばそう笑い。そして、キスは一体、気になります。マサチカのアーリャを支える宣言で、一歩間違えたらプロポーズの言葉にも聞こえかねないよね。笑い。アーリャもマサチカ沼にどっぷり使ってしまってますね。エンディング後の C パートのマーシャの様子と言葉、含みがありすぎて、今後何か動きがありそうで楽しみ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。